この海からスペイン最高峰のテイデ山にね、最も迫るクライミングにトライしたいと思います。道路はね、スイッチバックして登ってく樹林帯の静かなクライミングが続くね。テイデ国立公園の火山の中へ踏み込んでいく。景色が一変するよ。どんどんテイデが近づいてきてる。今日しかないってことでテイデ来たけど、ほんと大正解だった。皆さんおはようございます。今日はね、テネリフェ島のロスクリスティアーノスっていうね、港町からスタートです。このように目の前には海が広がってて、あの辺にはね、フェリーが止まってるね。今日はこの海からカナリア諸島最高峰なのはもちろん、スペイン最高峰のテイデ山にね、最も迫るクライミングにトライしたいと思います。で、なんといっても今日トライするテイデっていうね、セグメントはカナリア諸島において唯一のストラバの認証セグメントっていうことで、最もこのカナリア諸島でたくさんのサイクリストに愛されてるヒルクライムコースといっていいんじゃないかと思います。かなりの長丁場になるからね、これからまた補給とか買い整えてアタック挑もうと思ってます。この認証済みセグメント、まさに名前はテイデだね。このプロフィールは距離が 32.81 キロで平均勾配 6.5%。この距離をね、この平均勾配で登るっていうのは日本には存在しないんじゃないかな。で、獲得標高2095メートル。ほとんど下りも挟まないと思うから、淡々とひたすら2000メートル以上の標高差を登り続けるってことで、KOM は1時間31分38秒。ここはね、多分いろんなホビークライマーがたくさんアタックしてるってことで、プロ選手もあんまりね、上位にはいないんだよね。俺がよく知っている選手っていうと、8位にティボー・ピノがいるね。ティボー・ピノで1時間37分20秒。いや、KOM で1時間31分だからね。まあ、15分から20分遅れると考えて1時間50分とか、2時間近いクライミングになるんじゃないかなと思ってます。で、さらに今日はこのセグメントだけで終わるんじゃなくて、この後1回下ってからさらに登り返す、今日の最終フィニッシュ地点だね。ヒルクライムとしての。テイデのセグメントの開始地点から 47.3 キロ先、標高がね、2350メートルぐらいまで到達する、テイデ山にこう直行するね、ロープウェイがあるんだけど、そのロープウェイまで今日は走ろうと思います。テネリフェ島を代表するね、カナリア諸島を代表するコースになると思うから、大晴天の中、トライしたいと思います。それでは、行ってきます。看板にエルテイデって書いてあって、この正面のね、高速道路の上に通ったこの高架をね、くぐって、しばらくしたら、テイデのストラバ認証セグメントがスタートする。いや、かなりの長丁場。ここ最近はずっとね、山には雲がかかってる。海が晴れてたとしても、そういう天気が続いてたんだけど、今日は完全に下界から見る限りの山もね、はっきり見えてて、青空が広がってるから、山頂からの景色も期待できるんじゃないかなと思ってる。風向きはまあ向かい風なんだけども、この際、それは考えないで、この登りを楽しもうと思う。それじゃあね、間もなくセグメントスタートだね。こっから、じゃあ行ってきます。左手には海を見ながら、山へ分け入っていく。もちろんまだ、テイデ山の姿は、これっぽっちも見えない。下界は暑いぐらいのね、気温になってるな。もう20度は超えてんじゃないかな。これが目指す最後の目標地点、エルテイデ。47キロ。長いね。まずは33キロぐらいのね、認証セグメントを目指していく。カナリアで最もメジャーなヒルクライムセグメント。どんなだろうね。3.7 キロ。11分。このね、ラウンドアバウト左。序盤はこういう街の中を結構抜けていくから、そしてね、高い木がほとんどない、こういう荒野みたいなところがね、海の近くには広がってんのが、乾いた大地が、今のところのカナリア諸島の印象だね。本当に長丁場だから、流行る気持ちは抑えて、なるべく力セーブして
朝からこういう風に登ってる人がいっぱいいる。ほら。エルテイで44キロ。ずっと表示が出てるから、こういう面で走りやすくていいね。この辺も辺りにはね、サボテンばっかり。反対側には海が広がってて。6キロ。18分30秒。まだ荒野の中を6、7%の勾配でずっと登ってる。7.5 キロ。23分45秒。ここでアロナっていう街の手前を左、エルテイで40キロ。KOM からは3分5秒遅れ。早いね。この KOM の選手は多分アマチュアなんだけど、グラベルの世界選手権とかでかなりいい成績を収めてるイギリスの人かな。世界には無数に速い人がいるよね。9.5 キロ、30分30秒。KOM から4分遅れ。ここはね、すごい開けて視界が、つづら折りがこう前によく見えるね。道路はね、スイッチバックして登ってく。当然長いも良くなるだろうね。前方にはパラグライダーかな、飛んでる人がいる。今日は気持ちいいだろうね。いやー、景色がいいね。すごいわ。海はもう遥か下。そして上には登っていく道が見えてる。あの辺だ。12.8 キロ。41分30秒。KOM から5分10秒遅れ。上がってきたね。もう海は遥か彼方。突き抜ける青空がね、続いてる。今そこにね、イネオスのチームがいたね、車で。やっぱ合宿してんだね。この前はウォーラの選手を見たな。テイデまで33キロ。18.5 キロ。57分。KOM から6分40秒遅れ。この辺は勾配が緩んでる。こういう区間も混ざるんだね。そしてまた少しずつ登ってきてる感じかな。路肩の花々が綺麗だね。さっきイネオスがいたようにね、他にもビズマとか UAE とか、チーム関係なくね、たくさんのプロ選手が冬場に合宿したり、今みたいにシーズン始まっててもね、合宿したりしている島だから、そういう選手を見つけるみたいなのも結構楽しいかもしんないし、そういう選手のストラバとかのね、タイムに挑めるっていうのも面白いとこだよね。標高2000メートルとかにも宿泊地があるみたいで、コーチトレーニングに使ってるみたい。登りも豊富で、こうやってたくさんのサイクリストがサイクリングを楽しんでる。この辺は美しい集落と地形を生かした段々畑だね。ほら、トレイルランの人もよく見る。もうサイクリストがいっぱいいるわ。エルテイで左26キロ。
この辺のバルはサイクリストが多いわ。これはブドウだね。ワインも作ってるみたいだからね。カナリア諸島は石垣の中を進んでいく。スタートから 21.1 キロで1時間5分。KOM からは約8分遅れ。ここにもサイクリストがいるね。みんな登っては休むんだね。うわ、この辺の街は上行った人もいるだろうし、ここまで登ってきてカフェして帰る人も多いんだろうな。もう標高は1400ぐらいまで来てるからね。それでもまだ集落がずっと続いてるっていう。 23.2 キロ、1時間11分。 KOM から8分30秒遅れ。一気に樹林帯に踏み込んできた。これはカナリア松っていう松らしいね。まっすぐに幹が天に向かって伸びた綺麗な松。カナリア諸島のね、テネリフェの種類らしくて、こういう種。この針みたいな葉っぱね、針葉から霧のね、水分を集めて、水を落として根っこから吸収するっていう。雨が少ないカナリア諸島特有のね、水の集め方によって生育してる木らしい。だから前半の低いところにはないんだよ。なぜならね、このカナリア諸島の雲はね、この中腹、今標高1500超えてきたところだけど、この辺りによく雲が出る、霧が出るから、だからこそ生育できるみたい。霧がね、強烈なのは、前回の動画、イサーニャのね、クライミングの動画見てほしいんだけど、どんだけ強烈な霧がかかるかは、あれでよくわかると思う。しばらくは、樹林帯の静かなクライミングが続くね。サイクリスト降りてくるね、結構。今日は最高だっただろうな。みんな上の景色を見てから下ってきてんだと思う。26キロ、1時間21分30秒。KOM から約10分遅れ。今日もね、補食はこういうバタークリーム系のチョコ菓子をいっぱい持ってきた。これを15分から20分に1個を目安に食べてる。もちろんね、エネルギー系のジェルの方がおすすめなんだけど、取るの簡単だからね。理由は一つは経費節約、安いからお菓子は。今のお菓子とかはね、3つ入りで1ユーロとかお手頃。もう一つはね、こういうお菓子とかの方が元気が出るかな。美味しいから息上がった状態で食べるのはちょっと難しいんだけどね。種類もいろいろ持ってくれば味の変化も楽しめるから、食感とか。そしてあともう一つ、今日はこのコーラのボトルを持ってきてる。いつも俺ボトル1本で走るんだけど、足りない可能性があったから、どうせなら糖分とかカロリーね、でカフェインも取れるコーラ持ってこようってことでボトル1本持ってきた。ということで、まだまだカナリア松の林が続いているね。残り3キロ、1時間34分35秒。 KOM からは11分30秒遅れ。いや、長いね。スタートからは30キロ来たね。ここまで挑んでるサイクリストがいっぱいいるわ。今日は月曜日、休日はもっぽいのかな。
いや、信号止まっちゃった。残念だ。しょうがないけど。信号は1分ちょいのストップだったかな。比較的工事してるとこがあるんだよね。残り1キロ。1時間42分30秒。信号ストップでちょっとリズム失いかけたけど、最後まで頑張ろう。いや、高くまで上がってきたね。木製のガードレールがいいね。まだこうやってカナリア松の樹林帯が続いてる。あと500メートル。勾配緩んだね。フィニッシュだ。1時間45分37秒。KOM から14分遅れ。ここでテイデナショナルパーク国立公園に入って一回下りだ。これで一回ね、ストラバの認証セグメントは終わり。ありがとうございました。一回下りで休みつつテイデのロープウェイまで行こう。すごい景色だ。いやー、ダウンヒル区間すごいね。ダイナミックな景色の中を下っていく。うわー、テイデ山見えた。三角形、やっぱり雪が積もってるわ。一気に松の木が減ってきて火山の中に飛び込んでいくね。これからとうとうテイデ国立公園のカルデラの中へ、火山の中へ踏み込んでいく。景色が一変するよ。来たね。すげえ。テイデ山、スペイン最高峰。テイデは高地を直進して、うわー、すげえ。この島の原住民にはね、悪魔が住むと言われた山。それだけ高くて美しくて恐れ多くて、下からただただ拝む存在だったってことだね。登る存在ではなかったわけだ。近づいてはいけないとさえされてたかもね。だからこそ悪魔が住む山とされたのかもしんない。いやー、すごいね。本当に木々が一本もなくなって、ただただ火山の中を、地球というよりもね、どこか火星のような、そんなことも思わせるような景色の中。スタートからは38キロ。1時間52分30秒。もうじき2時間。いやー、すごい景色だ。スタートから 41.1 キロ。1時間58分30秒。登り始めた。今ね、一回、右の内転筋がつった。これめったにつらないんだけど、結構横風が強くて、下りでバランス取るために変な風に入力しちゃったかも。今収まってる。足がつるなんて数年に1回なんだけどね。とりあえず戻ったな。山頂のちょっと右下にロープウェイの駅みたいのが見えるね。今日のフィニッシュはそのロープウェイのふもとの駅の方だね。強い向かい風だ。木々がなくなって荒野になって遮るものがなくなった。ここからは標高、疲労、そして風との戦い。ほら、
戦いを終えた人が下ってくるね。俺もあと一息だ。いやー、すごいね。標高2070メートル。いやー、すげえ。正面手で。世界自然遺産にも指定されてるからね、この山は。比較的温暖なカナリア諸島でありながら、山頂付近には雪をまとってる。左には奇岩が立ってるね。風が強いから風の風化でやられたのかね。独特な岩の景色。ところどころこういうタイル張りというかレンガのような路面がある。44.5 キロ。2時間8分30秒。標高は2150メートル。カネアタブランカ。こうやって観光バスも走るね、いっぱい。どんどん手入れが近づいてきてる。こういう雪とか凍結注意のマークがね、これもよく見られるようになってね、標高2005位ぐらいから。左前方あの辺におそらくフィニッシュだね。ロープウェイの建屋が見える。46キロ。2時間13分40秒。いや、もう目の前来たね。サイクリストもいっぱいいる。いよいよ長いクライミングも最後だ。ベースデルテイデ2250メートル。デルテイデ200メートル先を左折。いよいよ最後の登りだね。もう完全に観光地という感じで、車も人もいっぱい。もうテイデの懐に入り込んで、山頂はあまりよく見えない。いやー、きつい。目の前に見えんだけどね、なかなか近づいてこないね。で47キロ、2時間16分50秒。いよいよ最後だ。フィニッシュだね。はあ、いや、お疲れ様でした。2時間17分54秒。47.2 キロだったね。ロープウェイ駅。いや、お疲れ様でした。はい、テイデのヒルクライムアタック終わりました。ストラバの認証セグメント33キロ超えてから1回下って、このね、火山地形、カルデラの中入ってさらにプッシュして、十数キロか。47キロ以上あったね。で、ここの山頂、ロープウェイのふもとの駅まで、ここに駅があって、ここからロープウェイが伸びててね、山頂に向かって、たくさんの観光客が旅立ってるね、ここから。車がいっぱい止まってる。こういう感じで。で、見ての通りね、突き抜けるような青空で、今日は雲海も何もないけど、それが最高だね。やっぱ途中霧の中入ると寒かったりね、景色が奪われるんだけど、今日は最初から最後までずっと開けた景色の中を、手入れらしい景色の中を走ることができて最高でした。で、ヒルクライムの内容に関しては、序盤はね、市街地、ずっとかなり長い間市街地だったね。で、ラウンドアバウトをいくつも越えながらね、ただ難しいことは一切なくて、エルテイデっていう標識に従って登っていけば、最後まで迷うことなく登ることができるね。自分の内容から言うと、ちょっと守りに入っちゃったかな。まあ、恐ろしく長いっていうことと、今もちょっと、こうやって声張り上げて喋るとね、
呼吸が苦しいんだけど、標高がやっぱ2400近くなるっていうことで、しかもそこに長い間滞在しないといけないっていうことで、この体力を使い切っちゃうとめちゃくちゃきついっていうのがあったから、まあ少しセーブしながら行ったっていうのが、出し尽くすには少し程遠い結果だったから、それでも最後は十分きつかったけどね。で、今降りてきたようにね、こうやって、ロープウェイが行ったり来たりしてる。これはなんか予約した方がいいみたい。上行くには実際。で、さらに山頂踏むにも事前に予約する必要があるのかな。で、まあなんだかんだ少し余裕を持って、ストラバの認証セグメントを超えてからも、下りで一回休んで、その後荒野の区間はね、ちょっと風が強かったから、コントロールに手間取って、声が出なくなりそうになるね。で、一回ね、バランスを取りながら踏むのに、変な力が入ったのか、内転筋がつって右の。危うかったけど、今なんともない。乗りながら微妙にね、外荷重にして、外荷重つか中心を踏むような感じかなにしたら、戻ってくれたから、また最後問題なく踏めて、それは助かったけど、危なかったね。俺はほとんど足つらないから普段。そういう意味でも珍しいぐらいに、疲労はかかったんだろうね。ただしっかり15分から20分に1回お菓子も食べて、コーラも飲んで、ハンガーノックも一切ない感じで、フィニッシュできたかな。ということで、このスペイン最高峰、ティーデ山へ迫る、めちゃくちゃ長いヒルクライムセグメント、十分楽しめました。ありがとうございました。ここにはカフェテリアとか売店もあるね。すごい充実してる。お疲れ様。はい、じゃあね、今日別ルートで登ってきたすずちゃんと合流して、なんとね、昨日の夜、F メカが壊れて、自転車屋さんで今日フロントディレイラーを調達してから来たっていう。はい、じゃあ、一回ちょっと下って、手入れがよく見えるところまで行こうかな。手入れをもう一回見たいから。こっち近づきすぎて、山頂が見えないから。はい、じゃあ気をつけて下ります。車がめちゃくちゃ多いからね、観光地で。ちょっとこのビジターセンターに寄り道して、いや、ものすごい火山の景色が、エアーズロックみたい。俺も行ったことないけど。ちょっと下ってきたカニアダブランカっていうね、ビジターセンターのところで、ここまで下ってくると、ここにね、手入れがドーンとよく見えるっていうことで、いや、すごい登りだったね、本当に。で、今も見てわかる通りね、本当登り始めから最後まで、雲一つない。こういう晴天もあるんだね。カナリア来てから10日以上経ってるけど、こんなに天気がいいのは今日が初めて。今日しかないっていうことで手入れ来たけど、本当大正解だった。じゃあね、あと、まだまだ今日はダウンヒル長いけど、この辺で終わりにしようかなと思います。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。これからもね、まだまだテネリフェはじめカナリア諸島のね、ヒルクライムは続くので、今後のヒルクライムも楽しみにしていてください。ではまた次回のカナリア諸島の旅、ヒルクライムでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。本当最高。